豚味噌なんですけど、お客さんが結構多いんで、今日一番でかい鍋で、まあまあ鍋でかくないですか？でかいっすね。サラダマップと比べてこれっすね。サイズ感めちゃくちゃわかりやすい。そうっすよね。僕入れるぐらいですね。それはないか。お客さん何人ぐらい？今日20人ぐらいお客さんいるんで、それでちょっと多めに作れます。今日はお願いします。揚げて入れます。20人前、はなんか何時ぐらいまでに調理しないといけないんですか？い。もう結構終わるんで、もうなるべく早くっすね。うわ、湯気すごいっすね。そうっすね。見えないですよね。まあ、なんとか。まあこの鍋に対してやっぱ火がちょっと弱いんで、やっぱ湯気出やすくはなっちゃうっすね。熱くないですか？結構近づいてやってますけど。まだ大丈夫です。大丈夫ですか？いやでもこの冬だからいいっすけど、夏場鍋作るのやばいっすね。もう溶けるっす。でも汗だくになりそうですね。そうですそうです。クーラーありますけど、火使ってたらこんだけ意味ないんで。ありがとう。名古屋場所ってはい。宿舎めっちゃ暑いです。宿舎は稽古場外なんですよ。で、ちゃんこ場もほぼプレハブみたいな感じなんで、で火使ってるからこの辺から上がやばいです。例えば身長高い人とかはそのままこう湯気が出てこっからやばいね。顔うまみが上にたまるんで、180ある人は食らうんですよ。めっちゃ暑いと思います。セシルさん結構身長高いですよね。背は182とか3ぐらいですかね。あ、そうなんですね。はい。
お相撲さんになるとこの背測るときにちょんまげ含めて測るんで、おーお相撲さんになる前よりちょっと伸びてます。伸びてるというかちょんまげ分だけこんだけまあ体の一部なんで。背高いのってやっぱ有利ですか、その戦う上で。いやまあそうですね、でかい方が全然いいと思います。で彼190近くあるんで。おお190何センチですか。189.5です。うわすみません、適当に言いました。189です。おーお相撲さんになって、ね、結構第二次成長期が始まる子も多いんで、おー同期生とかでも入った時本当こんなんやったのに気づいたら僕背抜かれてるとか、中3で背これぐらいあったんで、体重も高1の時150キロあったんで、全然だから今と変わんないっていうことはないですけど、ほぼほぼでも出来上がってたっすね、高1とかで体は。僕3人兄弟の末っ子なんですけど、あ、そうなんです兄貴年めっちゃ離れてるんですよ。11上と13上の兄貴ね。で、その兄貴たちと同じだけ食ってたんで、ちっちゃい時から家で例えばしゃぶしゃぶとかやるじゃないですか、そしたらもう肉取り合いになるから一人一パックみたいな感じでもうちっちゃい時から兄貴と同じ分だけ食べてたから、でもその分でかくなったんですかね。食べてる量違いますね、それは。昔はめちゃくちゃ食ってましたね。もうでもやっぱ30超えてくるとなかなか食えなくなってくるんで。おいくつですか。はい、今31ですよ。あ、そうなんですか。はい本当はフライパンで炒めた方がいいんですけど、もう量多いんで鍋で一気に炒めちゃってます。いつもめちゃくちゃ多いですもんね。そうっすよね。あとこんにゃくです。味噌もめちゃくちゃ使いそうですね。そうですね。でも毎回のお玉の上で僕の大変なんで、このまま麺切りに入れちゃって。こんなんす。すげえ。はい、そうです。なんでもいいよ。俺いつもめんつゆみりんやから。本当だから作る子によって全然違うから、でもこうやってこう自主性ある子の方がいいんですよ。九州醤油まだあんねんな。そうもうなくなるやろ。もうなくなると思うんですよ。結構長持つるもんですね。ね。これ卵何個入れたんですか今日。30何個そう30まあ他に4大丈夫。料理自体は結構好きですか。料理もともと好きっすね、あ、僕。そうなんですね。結構する方っていうかもともと自分で結構作ってたんで、
とちゃんこ長っていうのはなんかどういう経緯で選ばれるんですか？いや今ちゃんこ長朝新庄さんなんですけど、はい新庄はもう24とか3とか若い時もちゃんこ長になって、でやっぱり自分の中でなんか変わりたいっていうか、はいなんかそういう気持ちがあったらしくて、それでまあ料理とかもともと全然できなかったんですよ朝新庄、で僕が教えて料理作れるようになって、はいでちゃんこ長になって今もう本当にうちの部屋に欠かせない存在っすよ。あ、じゃあ料理うまいよねっていうよりかは、はいその気持ちっていうか、で気持ちもそうだし、まあでもその気持ちが一番大事っすね。見守りたいですか？見守りたいですか？ああ。どっか味噌ない？もうそれしかないですね。なんか今日あと和風パスタって書いてあったけどさ、ツナのどうしようかなと思って。結構握力使いそうっすね。いやまあまあ力使うっすよ。ですよね。本当飲食店の人たちってすごいんだなって思いますもんいね。やーすごいっすよ。一日中注文立ってるわけじゃないですか。すごいよね。でもなんかお相撲さんって引退した後そういう飲食店やる人いますあでも結構多いっすね。いますよね。はやっぱこのちゃんこの経験を生かしてい。そうっすね。でも作れた方がでも絶対得はすると思うんで。かなこれで。ちょっと YouTube であれやりますと朝しゆのちゃんこパックみたいなの作るんですか。ぜひ。めっちゃ売れそう。売れるんですかね。売れるっすよ。エビセットとかみたいな。いいっすね。レイジ、お湯、あれ60度にしてさ、ちょっとお湯持ってさ。俺さ、もうちょっと甘みつける。順調ですか？順調っすね。だいぶなんか綺麗にかぶってる感じが。いや上手ですよね。いやー、俺歌っすよ。ええ美味しそうですよ。ありがとうございます。健康診断しかだって検査してないよ。僕とちょくちょくするんで、血液検査とか、血糖値がどうとか確かめに行ったりはするんで。昨日俺あれ昼飯ステーキからの夜焼肉やった。肉や。久しぶりに腹決まったよ。それは決まるっすよ。おこいつの仕事ですね。おお。唯一の仕事。大卒しかできないんですよ。リンゴの皮むく。そんなことはない。絶対そんなこと4年間リンゴの皮むく勉強してきたんじゃん。いやいやそんな勉強そういう勉強かもしれない。あ、そうです。農業のそれはやめよ。全然農業大学の学んで毎回 YouTube を見てます。毎回向いてるっす見せるでこいつむくんすよ。で
抜き終わったら僕つまみ食いするんですよ。しょっちゅう怒られるです。いや別に怒ってはないです。怒ってはない怒ってはないです。向いても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 減らないですか？いやいや減っていくんですけど増えない。増えない。前なんか3玉ぐらい向いたのに見たら5切れしかなくてさすがにちょっその時もあるさ。とああスピード勝負やね。いやいやもう向いても向いても。僕より食う方が圧倒的に早いですからまだ肉しか向いてない。煽られてる。おかしいなまだ肉しか向いてない。おかしいな君は去年入団。あそうですね3月あ、そうなんですね。多分はい上坂。あ、上坂。じゃあもうすぐ1年ってことですか？そうですね次の春場所で24の年ですね千葉大でですよ、千葉大。千葉大ですか？もうそれはもう勘弁してく裏だ口入学。いやいやいや違う正規国立じゃないですか？あそうなんですか生徒スカシ。何学部だったんですか？僕文学部でした何勉強したんですか？サボることですね効率よくはい単位を取る。はいそういうことですこれあれ持っちゃっていいや。今思ったら90分にも座ってたよな。ずっと書いてました。そう。じゃあ7限まで行ってたんですか？いや俺6、7限しかない。ハム。これお客さん用で。9時半終わり。ともう大学スポーツ生が午後からでしたね。お願いします。お願いします。あ、いや、行くわ。熱い。オッケーオッケー。ちょっとあれですか少なめにちょっとね。あと2皿で力士の分もあるからな。お客さんはちょっと少なめで。パスポートってね、まだあれが来てない。終わったんですよ。ギリギリに行こうかなと思って。税金がかかってないから。隠せやってる。ああ、そう。ダメだよ、やっぱり。芯が美味しいし。あ。多分寿司のパーティーに行っといた幅だけ一回も聞いたことないから朝からするね、かわいいよで、大体なんか持って帰ってるもらってるそれで、前それそんなもん茶色いやついいそうで箸とはいほら関取衆の中で一番丁寧に書いてくれるわ13日出席日食ですからね、そのまま。いやいや、もうそんな自分でもう自分でじゃあ連絡してくださいね、もうそんなん言うんだったら。じゃあ僕もケンちゃんに断り入れとこうかな。じゃあ、いややろ、横に入れないやろ。ごめんなさい。ほら。じゃあなんで近代交友会の話をするんですか。ここは大丈夫。
いなかったもん。いや、僕が移動してて、これしかもこの辺から行ってここ俺のところでね。いや、一応あれ箸と皿とか渡してあげて。背高いからそのバランスボールに髪切った。西田さんもお客さん7時半に来たし。7時半始める。早く来た時座ってなかったですか？あ、ちょっと今からちょっと抜いてもらっていいですか？やるみたいなんで。ずっと話してた。なんかやってくれるんですか？前だろ。強い。お願いします。力加減がちょっと今バグってるからごめん。彼女も実際してダメですよ。してないわ。強い力が。これ誰が作ったんですか？うましゆ。うましい。美味しいです。美味しいです。あ、美味しい。ミスター美味しいです。村田さん？美味しいです。シェフ村田。シェフ村田。高砂ミシュラン。シェフ村田さんが作ったコロ。これはうましゆではない。まあうまいっす。まあまあうましゅうまでいかないです。普通うましゅういくんですけどね。まあまあ。普通ありましたよ。何がまだ足りないですか？なんかそうですね。なんか心を困ってる。気持ち。なるほど。気持ちの問題。気持ちが入ってる。ちょっとどうですか。ちょっと食べてみてください。ちょっと何ですか。ホイコロちょっとどうですか。シェフ村田さん。ホイコロ。まあ美味しいと思うんですかね。絶対美味しくないみたいな。美味しいです美味しいです。美味しいです。なんか好物とかあるんですか？肉？何肉ですか？牛肉。牛肉。ステーキとか好きです。あ肉かな。わかる。何が好きだ。何が好き。肉じゃないですかね。肉。同じようなんですよ。焼肉とかステーキ、焼肉好きですね。焼肉。あ、でも10時で帰ってきた。そうなの。帰りは車。さあ僕意外と今反応があそうやね。
3番でしてるからあんまり大きくは言えない。ちょっと横に突っ込んでくれたら3、4歳門脇の3万門脇さんはない門脇の3万円ない一番18歳でも18からそれ知ってたけどそれもだからでも10倍じゃね18年付き合ってる子供次女一番下の子めっちゃそっくりめっちゃ行動がそれあるの本当に一人みたいな下が相当浮かれてた2本目ですかハムがクリボッショですって言った後な女の子と女の子と電話YouTube 撮らなかった。YouTube いじってるやつ。母さん人気者になっちゃうんですか俺はいいんだよどこ見せた首が箸もうまく使えない手が動かない首の手も母さん一人で包んでますか一人で包まない包まなくてじゃあほら言ってよそれ以外でもなんか以外でやるってことだから後片付け手伝う嘘はよくないですだから筋は通してるよ嘘はよくないです筋違いですで残してパッと書いてあったらそれは違うけど最後まで残って疑問参考日とか最後までだったからでちゃんと二次会で飯食ってたねでも終わってから手伝ったじゃんそれでいいでちゃんと二次会まで飯食ってたよでもご祝儀はタイミングが合わなかっ本当は取らなかっいや、何でも持ってきて。はい、マジか。誰が頑張ったんですかたあれ石倉部屋からじゃないたやろうななんやろな。勉強したらいいから言っちゃう流れてたらと思うけどさすがにきついっすよ食べにくいエンジンかかってたこの前と飲み方違うな自分で取って飲めない当分開けない感動死んじゃうそうですねこっちだけですよね俺が一番その分やられてるから勝ち越してる地方はあんまないやんでも勝ち越したと言ってるやんまあね13日はそれはポリ建設あのっていうくせにあそこにこっちも
土日のやつお前どれ何ですか何ですか日はせいやもかさ機嫌悪かったんですかれないわ言えないいや、今日はこれ別になかったんだね。ああ、ちょっとあれ、うまいっすかうまいっすか多分俺、最後のでもいいそうですね、思いっきりやろう。一人で話して全力だね。すごいね、全力でね。今年もやるんですか？名古屋の近藤さんのありがたいね。エリア全然ステップ出しはしない。出さないとダメですよ。前からも多分言ってました。本当に高額っすね。カメラ来てるよあれ、ゆうべは分かんなかったカメラ意識してまずいったらあれ。で、一銭も出さないですよ。最近腹壊してるからなマジですか今度会場の今度言って作っていいですか？あいつ出せないから。あやのそっぽ向くらしいからね。でも新しいテレビのやつが味方に作ったりと怒ってるんです。あれ普通でその前のかもな。彼女ってなんだっけ？ああ、うわー、なるっすよ。バッグ抑えだわ。大丈夫？抑えきれてなかった。バーンもできるよ、声もさせるから、守護上で。ってなってます。どんな顔してたんですか？すごかった。そんなことじゃないよな。もうすごいよ。自分で作るものあれまで。親金持ちなもん。それバツね。親がめちゃくちゃ金持ち。YouTube 使える。俺は人生バツで言えるよ。楽しいことしかないもん。それはバツでね。ハクさん祭りじゃストレスないもん。そう、原さん祭りじゃない。いや、カット。マジで。だからスタワーの2、3日街でゆっくり座りたいって大丈夫だよ人として扱パってない。リで帰りめっちゃきついでしょいや、きついよ。10何時間でかわいそうだよ。それこの上に熟成して13日って梶原隊長いいなそんなお前も俺だって。ガップって言うんですよな。そんな俺授業行ってる時に梶原さんと花田さん。もうちょっとこう。ああ、仲いいな。人生祭りだ。ハルさんこれないんだよ。ハルさん何でしたっけ？真面目でやって真面目で。マジであマジで。やろうかな。じゃあ14日したねいや、いけるよ、勝ち越し。そう、な。こういうとこで俺ドッキリ合うんだよ。あれ入ってるんですよ。もうもらっといて。いや、俺の分もらっといてだから。いや、なんか行かないじゃないですか。絶対行かないです。どこに？感じます。行くって。決めつけろ。
行くってゲーセンで調べたら取られるじゃん。もう上のケース取られてせめてね。お前そういえばお前風邪ひいて休んだ時俺次の日も背負ったなそういえばお前いやあれ首痛くてはあ風邪ひいてなかった風邪ひいたって言ってなかっマジ行こう。お前とか絶対信じるタイプやろ。あ、なんか軽くなったみたいとか言う。た友田さんもたまになんか白い竜で見せてくれる見せてもらったことある見てみろって言われてなんかの儀式があった時に出てきた白い竜やつただの煙にしか見えへんかったよ白い竜やつこのゲーセンみたいな500円とかそうで20%。